なんかいる。どうもおはようございます。今日はソ連の対独戦勝記念日、大祖国戦争の勝利の記念の日ということで、5月9日です。ロシアではこの日に、大規模な戦勝パレード、それからプーチン大統領の演説などが行われますので、今日は特別な雰囲気ですね。ちょっと街の様子見てみましょうか。天気はここ最近ちょっと寒い春が続いていて、気温6度ぐらいですね。で、朝はですねこうやって天気いいんですけども、曇りになるような予定らしいです。なので、航空ショーあるんですけど、それどうなのかなっていうところですね。いずれにせよ雨は今日は降らなそうです。で、プーチン大統領がですね、一方的に停戦を宣言したわけですね。これは5月8日、昨日ですね、昨日から、今日、そして明日までの72時間ということなんですけれども、どうでしょうね。現在もウクライナの方はこれは茶番だということで、応じてませんし、いわゆる停戦への違反があったというふうに言われています。実際どうなのか分かりませんけども、停戦といってもですね、これはいろんな意味があると思います。この72時間の停戦宣言ですが、狙いは3つあると思います。1つ目はロシアの支配力の誇示、2つ目は国内の結束、3つ目は国際社会への平和アピールということで、まず1つ目ですね、支配力の誇示。これはつまり、アメリカのトランプ大統領が何言おうが、関係ないと。停戦っていうのは我々の時間軸で決めるんだと。自分たちがやめたい時にやめられる。和平っていうのは自分たちが決めた時に訪れると。これはロシアがコントロールするんだというアピールですね。停戦したければ私たちの方で停戦できるんだよというような、自分たちの支配力の誇示という意味合いがあるんじゃないのかなと思います。2つ目ですね、これは国内の結束、つまり、勝利宣言をして、私たちはもう大丈夫なんだよと、私たちは戦いに勝って、そして、国内は結束して、これからもやっていくんだよと、兵隊さんたち、ありがとうございますと、そして、頑張りましょうという国内結束のための機会ですね。3つ目はですね、国際社会へのアピールということで、一応停戦してますよと。もちろん国際社会、多くの国は、こんなのはあれでしょというふうに思うわけですけれども、それでも一応停戦したじゃんと言えるようになるわけですね。で、破ったのはあっちだというふうに、そのような口実をね、作り上げていくっていうことですね。それからトランプ大統領としても、停戦を実現するというような話をしてましたので、なんていうんですかね、トランプの影響力もあってこうやって停戦に行ってるんだよというちょっとしたなんというかですね、リップサービスじゃないですけれども、うちらもちゃんと停戦に向けて頑張ってるよみたいなね、そういったアピールっていう狙いがあるんじゃないのかなというふうに思います。これらは全て私の独断ですので何とも言えないですけれども、大体そんなところなんじゃないのかなと思ってます。ロシアにとってはこの天気が良かったことはこれは基地でしょうね。ここ最近ずっと天気悪かったんで、今日は本当に車少ないですね。そもそも、市内に入れないわけですよ。パレードがあるんで。で、私も今からちょっと不安なんですけど、市内の自分のですね、経営しているレストランのところに車止めたいと思うんですけれど、入れるのかなっていう話ですね。一応地図で調べて、なんとか入れるルートを選んで、パレードが始まる前の混まない時間に進んでます。赤い旗がはためいてるの分かりますか？あれは戦勝記念の旗ですね。で、今日はアナウンスされてるんですが、インターネットの、通信状況が悪くなると、それから GPS もですね、効きが非常に悪くなるということで、さっきマップ見ましたけれども、やっぱり効き悪いですね。
昨日もね、ドローン攻撃があったというふうに言われてまして、そのドローン攻撃対策のためにですね、GPS はもうモスクワずっと効きが悪いです。今年に入って特に効きが悪くなりました。なので運転の時にもう GPS に頼れなくて自分で道を覚えなきゃいけないという状況になってます。モスクワの道めちゃくちゃ複雑なんで難しいんですけど、なんとか道を間違えて遅刻しつつもですねやってます。この看板もそうですね。戦勝は我々にあるというふうに書いてあったり、なんかいろんなアピール書いてありますね。あちこちに赤い旗や、看板が出されてます。いやもう本当に今日車ないですね。確かにこんなパレードの直前に市の中心の方に向かおうなんてやつなかなかいないでしょうね。ご覧の通りあちこちに警官がいて警察の車両が止まってます。普段ここはめちゃくちゃ交通量が多くていつも渋滞してるんですけど、全く車がなくて走ってて気持ちいいですけども、なんだか嵐の前の静けさのようなね不気味感もありますね。警察が道路の真ん中に突っ立ってこちらを見てますね。こちらがプロスペクトミーラっていうエリアで市内の環状線にちょうどぶつかるところです。もうここから真ん中は本当に山手線以内というかね、本当に市の中心になりますが、なんかいる。これチャイニーズの人たちですね。今日実は習近平首相も出勤するらしいんで、この車両見えますか？オレンジの車両、こういった車両で、道はもう行けないところはもうブロックしていきます。で、私の行くべき道はこの右なんですが、行けるよな。大丈夫だ大丈夫だ。いやめちゃくちゃめちゃくちゃ、軍服着た人たちがいっぱいいる。いや入れたわ、なんとか。これ本当に市の中心近いですよ、ここから。歩いてそのまんまなんていうの、赤の広場の方まで行けますからね。その辺歩いてるの軍服着た人ばっかり。来ました。今日はですね、インターネットの通信環境が悪いというふうに事前、アナウンスされてましたけれども、現状ここではインターネットの接続はありません。というわけでライブ配信しようと思ったんですけど、それできないですね。入るのはここチスティプロディというところで、赤の広場から一駅離れているところです。これは何かの教育機関みたいですけど、何やら、少年たちは軍服に着飾って、来てます。これは薬局ですかね。こういうですね張り紙が配られるんでしょうね。胸にオレンジと黒のリボンつけてますね。あれが戦勝の印ってことです。見た感じ多分モスクワの人じゃないんですよね。わざわざ上京してきてこのパレードを見に来たっていう感じなんじゃないかなと思います。さあ、というわけで市の中心部にかなり近づいてきました。ここはルビャンカ駅というところで、東京で言えば有楽町みたいなところですかね。ここから歩いて500メートルぐらいで赤の広場になります。なんかいるなんかいる。あれはベトナムの国旗ですね。ベトナムの人たち、そっか。ソ連東側として一緒に戦勝記念を分かち合うみたいな感じ。ベトナムの国旗持った人たちがありますね。だんだん人増えてきましたけど、結構中央アジア系の人とかアジア系の人を見かけますね。で、中央アジア系の人たちはおそらく旧ソ連の人たちで、あとアジア系の人たちは今も見えますけどベトナム系、あとチャイニーズ、チャイニーズが今日習近平が来るっていうのもあるんで、いますよね。あちこちに
オリエンタルの人たちがいますね。こっから先はもう行けないエリアですね。遠くの方に、軍用車両が見えます。あれはパレードに出るのかな。こっから先が赤の広場になりまして、こっからちょうど300メートルぐらいかな。なんですけど、ここはもうクローズですね。この先で、いわゆる赤の広場でのそのプーチン大統領の演説が、行われているということですね。今ちょうど10時10分過ぎぐらいですね。もうパレード始まる時間なんですけれども、まだ、軍用車両とは見えないですね。ただ人々は続々と集まっている感じです。今ですね、赤の広場の方から歓声が聞こえますね。うらーって言ってるね。つまり、まあ勝利を祝ってのその掛け声ですね。なので、そろそろこの記念日の式典のも終盤にあるっていうことだと思います。チャイニーズ喋ってますね。すごいファッション。中国国旗をつけた車両がありますね。警官の人たち取っても怒らないですね。なんか地響きみたいな音がするので、おそらく戦車が走り始めてパレットが始まったんですね。でちょっと人だかりでここからだともう何も見えないですね。あの人たち本当日本の右翼団体みたいな感じなんでしょうね。ナショナリストで、軍歌を奏でながら、こう、戦勝記念の旗を掲げるっていう。で、後ろにはね、ウラジミル・プーチンが書いてあります。さっきの赤の広場のところから散々歩いて迂回してアルバート通りの方まで行こうと思ったんですけど、途中から行けなかったのと、もう人だかりで何も見えなかったんですよね。なので、またね、赤の広場の方に戻りたいと思います。そこで軍用車両が見えるかどうかはわかんないんですけども、ちょっと行ってみますね。この正面の人のようにですね、胸にリボンをつけて、清掃しているような人が結構多く見られますね。胸のリボンはオレンジと黒の戦勝記念のリボンです。今もパレードの最中なんですけど、みんなそのパレードの目の前まで行けなくてさまよってます。で、パレードの終盤で、航空ショー始まりました。結局晴れたんで、この戦勝記念日的にはですね、いい日和だったんじゃないのかなと思います。さっきので航空ショー終わりみたいですね。普段だったらもっともうたくさんのね、いろんな飛行機が飛ぶんですけど、今日はさっきの大きな隊列が2つぐらい、それで終わりでしたね。最後ロシアの国旗を描いてましたけども、ちょっと後ろの人たちもですね、それすごい残念がってました。で、なぜかちょっと分かんないんですけどね、安全上の理由だとかって言われてます。この天気のいい中で最後の航空ショーがちょっと少なかったのはすごい残念でしたね。ただこれはやっぱりこのですね、軍事作戦の影響というのが如実に現れてますね。今日その、ロシアの方にね、攻撃がある可能性もね、高いということで、かなり警戒したんでしょうね。ここで何かね、飛行機に問題なんかあったりしたら、もう本当にメンツ丸つぶれっていうことで、そのね、リスクを最小限にしようということでこうなったんでしょうね。あと戦車のパレードの様子が撮れなかった、これはね、申し訳ないです。ただ特に毎年変わんないと思いますんで、さっきですね、警官に止められてノーフォトノービデオって言われたんですけど、私の目の前にですね FSB があって、その上にガメラみたいなね、
レーダーがあるんですよ。で、まあここを狙われやすい拠点なんで、取るなってことですね。こっちでもまだみんな並んでるけど、何待ってるのかな。今真ん中に後期っていう赤い旗っていう名前の車が護送されて走ってたんで、中国の高官か、まあ習近平首相か、さっきこの人たちちょっとね、なんで、立って待ってるのと聞いたんですけど、英語は喋れなかったですね。こちらのビルが FSB のビルですね。旧 KGB。で、さっきその奥の建物を取るなって言われたところですね。And I think it's a reason, and the machine will come around. Yeah. すべて偉い人たちの車だと思いますが、どんな感じか見ていきましょうか。一番右ベンツ、次はどっかのチャイニーズブランドの車、次もチャイニーズ、次は、韓国、次はこれランドクルーザー日本、次またチャイニーズカー、ベンツ、チャイニーズカー、BMW、カムリ日本の車、その次はベンツ、チャイニーズカー、ベンツということで、半分ぐらいチャイニーズカー入ってますね。あとは半分ぐらいが、ドイツの高級車で、ちょっと日本の車が入ってる感じですね。今日最後見ててなんか思ったんですけど、パレード明らかに終わったのにみんな立ってパレード、何かが起こるのを待ってるんですよ。で、みんなに何を待ってるのって聞くと、いや、私もわかんないんだけど、みんなが何かを待ってるから私も待ってるって言って、そのパレード明らかに終わって、一般車両も走り始めてるのに何か特別車両が来るんじゃないかっていうことで、待ってたりするんですよね。これって本当に集団心理と同じで、集団心理で誤った方向に行っちゃうのと同じですよね。周りがそうやってるから私もそうする。周りがこう思ってるから実はそうなんじゃないかみたいなね。明らかに、それは違うっていう情報が出回ってても周りに合わせて、こっちの方が正しいんじゃないかっていうふうに向かっちゃうっていうですね。これこそ集団心理ですよね。だから人間って自分の頭で考えてると思っていながらも結局は人に流されちゃうっていうことなんですよね。なんで私たちも気をつけましょうってことですね。周りがそうしてるからそれが正しいんじゃないかって思うことは非常に危険だっていうことです。さあ、というわけで今からさっきの、もう全然車のない道をね通ってみたいと思います。このまままっすぐ行くとさっきの FSB があったところになります。で、仕切りがあってパレードが来るんじゃないかってみんなが待ってたところですね。ちょっと一般車両がどこまで入れるのかまだわかんないんですけど、とりあえず行ってみます。ここを左に回りたいんだけど、これは行けないんだ。ブロックされてる。というわけで戦勝記念日のパレードを見てきたんですが、全体の印象としてそうですね、いつもより制限が多くてちょっと人も出が少なかったような気がしますね。で、気づいたこと3つね。まず1つ目はチャイニーズが多かったっていうことです。ベトナム系も多かったですけど、いつもより、明らかにチャイニーズの方々が多く出てて、結構ねもう言葉でわかるんですけれども、こんなに来てるんだっていう感じがしましたね。2つ目はインターネットが使えなかったってことですね。去年一昨年ある程度制限はあっても使えてたんですけども、今日は全く使えませんでした。それと3つ目はあとベラルーシの旗がですね今日は見られなかったですね。3年前私が見に行った時は結構ベラルーシの旗が多くあって、そのベラルーシ人の人たちがですね、
戦勝を祝ってたっていうイメージがあったんですけども、今日は私が見たところ一個も見なかったですね。たまたまかもしれないですけれども、ちょっとこれは随分違ったなと思いました。まあそんなところですかね。で、あと、全体的にやっぱり最初言ったように制限が多かったせいか、なかなかですね、中心の部分にもたどり着けず、もしかしたらそのパレードっていうのもこじんまりだったのかもしれないです。少なくとも航空ショーですね、飛行機のパレードに関してはいつもだったら結構編隊がですね10個ぐらい来るのかな、この飛行機の編隊が10個ぐらい来る、イメージだったんですけども、今日は2つで終わりでした。で、見てた人も結構残念がってましたね。安全のためには当然、そういうことが必要だったのかもしれませんけれども、そういったところもあっていつもより小規模だったのかもしれないなと思いました。というわけで、ロシアの戦勝記念としてはですね、天気には恵まれたってことですね。このイベントについてウクライナの人たちはどう思ってるのか、それが気になりますね。ソ連時代は一緒に戦勝記念を祝ってたと思うんですけれども、現在のウクライナの立場としてはこれは対ドイツ戦勝の記念日になるのか、それともどうなんでしょうね。西側の方では少なくとも、むしろドイツと一緒に、ソ連を追い出すために戦ったという人たちもいるわけで、今はウクライナのどちらかというと西側の方の勢力が席巻していると思うんですけれども、ウクライナ全体平均ではですね、どういう印象なのかっていうのが気になりますね。